皆さんこんにちは。こんにちは。安弘です。ひろこです。ロータスです。ロータスです。今日はカナダのキャンピングカーのレンタルについて取材をしてきましたので、皆さんとシェアしたいと思います。今回少し長めの動画になってしまうんですが、大きく分けて5つのパートに分かれています。まず1つ目が会社の概要やレンタルできる車種、それぞれの特徴について説明したいと思います。そして運転免許証についても触れたいと思っています。はい、2つ目ステーションマネージャーさんによるキャンピングカーの外装の紹介動画を見ていただきます。はい、3つ目気になるお値段や様々なオプションがありますので、それについて説明いたします。4つ目外装に続いて内装の紹介動画になります。5つ目その他のお役立ち情報やペット、そして返却時の注意点などについて触れたいと思っています。はい、情報が盛りだくさんあるので最後までぜひご覧ください。今回伺ったキャナドリームさんは創業30年ほどのカナダで最大級のキャンピングカーのレンタルと販売をされている会社です。私たちが伺ったバンクーバーステーションでもなんと450台ものキャンピングカーがあるそうです。すごいね、450台すごいカナダの主要都市7カ所に営業所があるそうです。だから乗り捨てとかも可能なんですね。ちょっとねオプション料金はかかるかもしれませんけれど、そういうことも可能です。片道だけキャンピングカーをレンタルして、で帰りは飛行機で飛ぶっていうのもありですね。ありだね。出発点に戻ってくるよりも、行きたいとこだけ行って帰るっていうのありです。ありですね。時間のない方には非常にいいと思います。いいサービスですね。キャナドリームはとてもインターナショナルな会社で、ホームページも英語だけではなくフランス語、ドイツ語、オランダ語で見れるそうです。おお、すごいですね。でもね、日本語がねちょっとないんですね。じゃあ俺たちが頑張ってできるだけ紹介したいと思います。でも英語が苦手で不安だという方は事前に連絡取っていただければ、日本語を話せるスタッフはいらっしゃるそうなので、ぜひお問い合わせしてみてください。それではどんなキャンピングカーをレンタルできるのか簡単に説明していきたいと思います。全部で5種類あります。まず1つ目がトラック&キャンパー。こちらはですね、通称トラックキャンパーというふうにみんな呼んでますね。トラックの荷台にキャンパーを乗せているタイプで、大人2人、子供1人就寝できます。キャナドリームでは毎年新しいトラックが用意されるそうなので、トラック自体のパフォーマンスもハイレベルだと思います。いいね、毎年新車だ。そう、もちろんオフロードも行けます。このねコンパクトさでトイレ、シャワーも完備です。ベッドはクイーンサイズのマットで、マットレスはアップグレードされているそうなので、これはいいですね。寝心地いいね。アクティブに移動する方には機動力もあるので、いろんなところに行きたい人にはおすすめです。2つ目がバンコンです。大人2人用ですね。日本でもバンコンは人気なので馴染みのある方も多いと思います。小さい車体でありながらとても機能性に優れた、内装になっているので、とても使い勝手いいと思います。スーパークイーンサイズのソファーベッドで、キッチンにはオーブンレンジもついてるし、夫婦とかカップルには最適です。あと運転もしやすいですからね。そうだね、運転しやすい。でもちょっとオフロードは苦手っていうタイプですね。次が3つ目、スーパーバンコン。大きさ的にはキャブコンに近い感じですね。大人2人、子供2人就寝できます。ベッドの部分がスライドアウトするので、その分広く使えますね。キッチンも充実してきますね。この大きさになってくると、3つ口のガスコンロであったり、ガスオーブン、電子レンジもついています。なるほど。あと発電機がついているものもありますので、外部電源がないところでも電気を使うことができます。それは便利だね、すごくね。次が4つ目、ミニモーターホール。こちらは完全にキャブコンタイプ。運転席の、上の方に、ベッドがあるタイプです。大人4人、子供2人就寝できます。もちろんフルキッチンでシャワーとトイレが別室になっているので、こういう点ではすごくここら辺からグレードアップっていう感じですね。キャブコンですが、カナダでは少し小さめの24から28フィートなので運転もしやすいと思います。5つ目、マキシモーターホール。こちらは、このキャナドリームでレンタルできる最大最長のキャブコンタイプです。28から33フィートと、これは大きいですね。就寝人数はミディと同じ大人4人、子供2人ですが、かなり広いので6人でもゆったりすることができます。以上、5つのタイプのキャンピングカーがレンタルできます。ただ季節によってね、利用できないものもありますので、詳しくはホームページご覧になってください。でキャンピングカーはちょっとどれも日本製に比べるとね、大きい、長いっていう感じですけれども、その分カナダの道も横幅があるので安心して
運転できるかと思いますが、そうですね。あと左ハンドル右走行っていうのも慣れない人も多いと思うんですけれども、今回説明してくださったジェロームさんも、皆さんそうやって不安で来られる方も多いんですけれども、1日あれば大体慣れると大体皆さん1日で慣れるって言ってたので、おっしゃってましたね。1日目は慎重に運転すればいけるんじゃないかと思います。あとは保険もあるんで、保険もあるのでね、一つの安心材料かな。そうですね。海外でキャンピングカーの旅っていうと少しハードル高いと思うんですけれども、好きなものが作れる、好きなところに行ける、好きな時間に寝れるっていう、そういうことをね本当に実感して楽しめると思います。そして運転免許証が気になるという方もいらっしゃると思うんですが、今回紹介した5つのタイプ、どんなに大きくてもどんなに幅があっても普通免許でいけるそうです。なので、国際運転免許証を持参いただければバッチリです。はい。ただ21歳以上というのがルールであります。はい、そうですね。はい。それではステーションマネージャーのジェロームさんによるキャンピングカーの外装紹介動画をご覧いただきます。その後また私たちが気になるお値段やオプションについてお話しさせていただきます。So I'm Jerome Reinhardt. I'm with a company called Canadream. We're a Canadian company, publicly traded, and we have a fleet locally of about 450 motorhomes that we have on our fleet from this location, just in Vancouver. Okay, another location, another one. We have locations in Calgary, Toronto, Montreal, Halifax, and a seasonal location in Whitehorse as well. Oh, really? So in the Yukon. So we have all kinds of different vehicles. One of the motorhomes that I will show you is what we call a fully winterized vehicle. So how about your summertime? It must be very busy. In the summertime, we have thousands of guests coming from around the world. I'd say on a typical day, there'll be 25 families dropping off in the morning and 25 families picking up in the afternoon. Really? So people from international get come from the airport? Yes, so we arrange transportation to pick them up from airport area hotels. That's an optional add-on. Oh, okay. Because a lot of our guests, probably about 3/4 of our guests fly in from somewhere else. So how about your license? What kind of license do you need to drive? Everything that we rent out can be driven with a normal driver's license. We recommend an international license, but Price range? however, the price can range anywhere from under $100 a day to over $500 a day. So it does vary a lot. So again, that's why I'm suggesting book it early to get in on the lower tier pricing if the price is the issue. Okay. So we take the temperature. Sounds good. Let's have a look. Okay, so here we are on the outside of the vehicle. Yeah. I'll show you a few of the things that we have, some of the features on this vehicle. They are heated mirrors as well. Oh, okay. So if you're driving in winter, exactly, you can de-ice them. But otherwise, you have storage compartments. So if you have lots of gear to take along, Okay. this one happens to have the tire iron and the spare tire access. Okay. This car is the gas, not diesel. This is a gasoline vehicle. Porch light, so if you're coming back to the vehicle a little bit later, you can turn on your I light see, here. I see. There's some additional lighting on this one on the exterior as well. The RV batteries are separate from the engine battery. Oh, okay. So we hide them underneath the step for batteries in these Okay. vehicles. Those are 12-volt batteries, and they're a larger capacity 12-volt battery than you would normally get on a motorhome this size. This one, what you can't see right now is there's some solar panels on the roof as well. Okay. This is just a storage compartment for the sewer hose. So this is the main storage compartment. Okay. This one's quite nice, Whoa. especially in winter, yes. So if you like golfing, you can put lots of golf clubs in here. Kids can sleep here. We sometimes joke it's the guest room. Guest room. But there's room for lots of skis, snowboards, suitcases if you don't have room, and that could all be put in here. Okay. You can open up compartments on the other side and at the back. More storage compartment access from the other side. And to fill your fresh water tank, 200 liters. So you can hook up the water line at the campground or facilities that have that. And the same thing with the electrical hookups. Port so you can hook up cable vision at, again, those resorts that have cable vision for the TV or in satellite signals that are coming in by cable. Fuel, regular unleaded gasoline, dual wheels, so great for the snow. And this is where you empty the waste tanks. Okay. So, gray water tank for the shower and kitchen water, and a black water valve to empty the toilet water. That's the heater.
That is a heat duct that goes back here, and that's unusual for most motorhomes. This one happens to have thicker insulation in the walls, has heated enclosed insulated holding tanks, so that the wastewater tanks are actually heated, and even the valves here are heated. The propane tank is built in. This is a large capacity liter, 63 liters, so that's 120 pounds. Yes. So it's a lot of propane. So for most people, this will last for 2 weeks. And the generator, that's a 4 kilowatt generator, or 4,000 watts. And just to make it easy for the guests, the fuel comes from the main fuel tank. So as long as they have more than a quarter tank of fuel, they can run the generator. So for the driver's cab, standard for most vehicles now is power windows, power locks, heated mirrors, power mirrors, tilt steering, and then the normal instrument controls you have. So they're surprisingly easy. Most people, it takes them about a day to get used to it, because of course this is just the widest point right here. Everything else will follow. Accelerate a little slower than normal and brake a little less harshly than normal, because it does take at least twice as long to stop. So if there's a traffic jam up ahead, always give yourself plenty of room. And then there's a warning sticker, as you see on the dash there, to remind our guests of the overall height. So the vehicle is, it's more than 11 feet high, so if they look for 12 feet or 3.7 meters, then they have enough room to drive through. Should we have a look inside? Yeah. 今回ステーションマネージャーのジェロームさんがキャンピングカーの紹介をしてくださったり、いろんな説明をしてくださったんですけれども、本当に優しくて丁寧に対応していただきまして感謝しています。ありがとうございました。今回見せていただいたキャンピングカーはバンクーバーステーションで一番大きなもので、キャブコンタイプだったね。オールシーズンなのでカナダの寒い冬でも行けますね。マイナス30度まで行けるそうです。すごいですね。あと海外のお客様も結構多いとおっしゃってました。なのでスタッフの方は5、6カ国語に対応されているそうで、ほとんどの方がヨーロッパからいらっしゃる。日本人もいるって言ってたね。日本人の方も少しいらっしゃるそうです。で日本語の対応も事前に言っていただければ、対応できるということだったので、気になる方は連絡してみてください。あと海外から来られる方はね、時差ボケとかお疲れもあると思いますので、できれば1日目到着日はホテルなどでゆっくりしてからお越しくださいということでおっしゃってましたね。そうですね。海外から来る方向けに空港の送迎をオプションでつけることができます。そうですね。はい。それは必要ですね。そうだね。あると楽ですね。そして気になるお値段ですが、こちらはですね、車種と時期によってかなり変わってきます。100ドルから500ドルまでの幅があるそうです。傾向としては夏の週末が一番高い。そうですね。で、冬が比較的安くて、春と秋がその中間っていう感じのお値段設定でしたね。人気の車種はどうしても高くなります。あと早く予約すれば、いいディールがもらえるそうです。中には1年前から予約される方もいて、そうするといろんなオプションがついてきたりとか、値段も比較的安く借りれるそうですね。そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。それからレンタル料の他にも様々なオプションがあるので、それをつけることによって値段っていうのは結構変わってくると思います。最低7泊というルールがあるので、もし1週間以内の旅であっても最低7泊はどうしてもチャージされてしまうということで、ちょっと時間のない方には割高になるかもしれませんが、なのでね、いっぱいお休み取ってきてほしいですね。それではいくつかのオプションを紹介したいと思います。まず1つ目、空港の送迎ですね。こちら送り迎えそれぞれ30ドルかかります。それはパーグループで、そうだね、パーグループだと思います。これはしてもらった方がいいですね。タクシーで来るより安いですね。で2つ目、コンビニエンスキットっていうのがこちら95ドルパーパーソン、1人につき95ドル。こちらはシーツ、枕、タオル類、お皿、マグカップなどほとんど個人のもの、必要なもの全部ついてます。ついてきますね。これ1人95ドルで、これを借りると、このキットを買うとキッチン道具もついてくるそうです。お鍋とかね、やかんとかそういうもの一切ついてくるっていうことです。もう自分の持ち物だけ持ってくればいいってことですね。そうですね、これを買えばそういうことですね。3つ目、キロメータープランっていうのがあります。こちら日本ではあんまりシステムとしてないので馴染みがないと思うんですけれども、カナダでは走る距離によってオプションでお値段を払わなきゃいけないということが結構あります。100キロまでが込みで、それ以上、そうですね、160キロパーナイトで20ドル加算とか、アンリミテッド無制限で1650ドルっていうプランもありますし、あとはその旅の中で500キロ走る、800キロ走るっていうパッケージもあります。それは目的地に合わせて前もってキロを買うの
のが一番お得ですね。そうですね。なので目的地を決めないとこのオプション買えないので、行く前には目的地を考えておいた方がいいですね。それがおすすめです。はい。それから4つ目、運転者なんですけれども、1人の運転者は契約のパッケージの中に入っているんですけれども、追加で2人3人交代で運転したいなっていう時には、1人の運転者につき$5パーで1日につき$5オプションでお金がかかります。長距離行く時は2人ぐらいドライバーがいた方がいいと思います。安心ですね。そして5つ目、アーリーピックアップとレイトドロップオフというのがそれぞれ$375かかります。結構高いね。通常ピックアップする時間は決まっていて、午後1時から4時となっているんですけれども、どうしても早く出発したい人は10時から12時、午前中にピックアップすることができます。そして、ドロップオフの時間なんですけれども、こちらも朝の8時から10時と決まっています。でも3時まで伸ばしたいっていうことでしたら$375払えば、そういうことも可能ということです。ちょっと高いんでできたら下げたいですね。そうですね。結構高い。でも時間がない方には仕方がないので、そうですね。そういうオプションもあるということです。あと他にもさまざまなオプションありますので、ホームページ見ていただきたいのと、あとはチャイルドシートとか、キャンプ用の椅子とか、そういうものを貸し出ししているので、そういうレンタル商品もホームページの方に詳しく載っておりますので、ご覧いただければいいと思います。それでは外装に引き続き、内装の動画をご覧いただきたいと思います。動画の後に私たちがまたお役立ち情報などをお話しさせていただきたいと思います。それでは後ほど。はい、後ほど。So, welcome to the home. In the front bunk, this panel is on a hinge. It would normally be folded up to give easier access to and from the cab. Oh, okay. What we've done again to make it a little bit more comfortable for winter camping, we've closed this now and we've put in an extra panel in here to help insulation for the beds that are up here. So the standard RV that we have would come with 2 bunks up here. These are actually long enough for 2 adults each. Doesn't feel like converting the dinette table to a bed. Okay, so this goes to bed. That goes to a bed as well. We've got the extra insulated cab blanket. This one is on the windows. So normally these windows would be open to provide the light for while people are driving down the highway. Most of our vehicles do have a slide out. We recommend for winter camping that the slide outs are closed to make it better for heat. However, if I were to apply the parking brake and run the engine, there's a push button right here that I can slide out this slide, and it goes out about 50 centimeters. So it gives a little bit of extra room if people have, it's a little bit crowded, lots of people here, and maybe they want to put an extra chair for the table. So actually, this one has seat belts for 3 at the table, and the main bedroom is actually in the back in this one. So there's a queen size bed in the back. Probably the most comfortable bed. The TV in this one, so that if you're sitting at the table, you can watch the TV here with a DVD player, so you can put in your DVD or listen to the radio and pipe that in. The counter extension is on this side, so if they need a little bit more workspace, lots of cupboard space. This one happens to be equipped for the guests who are coming from out of town, so they've asked us to equip this particular vehicle with pots, pans, dishes, and bedding. Included? This is normally an extra. We've done as a kit per person. So in this case, they required all the cutlery for everyone, cooking utensils, and pots, pans, coffee pot, etc. Cooking facilities, they do change depending on the type of vehicle that that the guests have booked. So this one happens to have an oven. Not all vehicles will have an oven. So 2 to 4 burners is the normal type of cooktop in different types of RVs. There's a fan here, the microwave and or convection oven, depending on the model of the vehicle. So this is just on the microwave? This one is the microwave, and so for instance there are outlets in this one in the kitchen, in the bedroom, and other points. Farther back we have the refrigerator and the freezer with a latch here, so that the door is closed and secure while you're driving down the highway. So plenty of room there. So when I'm driving, how it works, it's propane or? Runs on propane. Runs on propane. Yeah, this one has multiple fuel sources, so it depends on the RV. This one runs on 12-volt power, 110 or propane. Some of them work on only 110-volt power and propane.
So it'll depend on the exact vehicle that you get. If it is cold, you can set your temperature here. So best is just to put it on automatic. So inside the washroom, we've got the shower facility, we've got a toilet and the sink. Insulating curtains on the side walls. So normally you would open those up to get additional heat in because we do have blinds in the windows. But again, if somebody's going to be camping in extremely cold temperatures, there's the extra blanket available on this one to add a layer of insulation. So you've got lots of closet space for hanging up clothes, cupboard space and it is an actual queen size bed as well. So this one's actually even slightly larger than a queen. It is 28 feet 8 inches long. Okay. Most of our vehicles that we rent out would be between 24 and 32 feet. Okay. So this isn't the biggest, but it's the smallest of our large category. We do have multilingual staff as well. Most of our guests come from Germany, but we have a few from Japan. Yeah. We happen to have one fellow who does speak Japanese. Okay, so he can help. So he could help with that if somebody doesn't speak English yet. So for something like that, then we'd like to know in advance if somebody says, I don't speak the language, so we'll make sure we have somebody to accommodate that language on that given day. Okay. Lots of German, English, Dutch, French, Spanish, Portuguese. Oh, okay. This is the brochure that outlines some of the basic information that we provide our guests in advance. This one happens to show where our different locations are across the country. These are some of the vehicles that we rent out. Okay. So on some of the busy summer days, we might have as many as 60 or 80 families coming in one day to pick up vehicles. So right now, we only have one terminal in use, but on a busy day, every one of these terminals will probably be in use. We have some iPad kiosks in the back there, so some people that wanted to do their express check-in online and they forgot, and they usually we set appointment schedules so we know how many people are coming each hour of the day. And people show up 3 or 4 hours early and we're still dealing with other guests. Then they can go up to the iPads, do their check-in, enter their emergency contacts, and process a lot of that in advance. They'll check in here at reception, and the typical transaction would be somebody goes to the front counter. After they finish their paperwork, we'll take them out to the vehicle. We'll do the walk around on the vehicle, show them the outside and the inside, how it all works, and in more depth than during our explanation. Some guests actually do it in advance, and they go online, and they look at some of the videos that we have. So if somebody's worried about how do I empty the wastewater, well, it's actually quite easy. We have little videos they can watch ahead of time. How do I use the van? With this Canadream Club app, and that can be used on the phone or an iPad, and it gives them an overview of different activities that other guests have recommended. And many of the companies will offer discounts to our guests as well. Many of them can be booked directly through the app or through our call center. So we do have 24-hour support. So if somebody's driving somewhere and they get a flat tire in the middle of the night, they'll screen out the call. So if it's a real emergency, 24/7, somebody who can be there to take care of it. But if during the business hours somebody says, well, I'd like to book a river rafting trip for next Saturday, is there one available? Through the app they can do it, or they can call up and somebody in the call center can book it for them. Okay. Okay. So thank you very much. All right. Thank you for stopping in. 内装の紹介動画いかがでしたでしょうか。実際にね見てきたんですけれども、やっぱ広いし綺麗だし、ベッドとかも結構大きいしね、寝心地良さそうだった。あと運転席の上のところも圧迫感あるかなと思ったけど、意外に広いし、全然大人2人3人全然いけますね。いけたね。あとキッチンもねきちんとフルキッチンになっていたので、お料理も好きなだけ腕を振れます。任せてください。あれぐらいあると6人でも快適に過ごせると思います。そして忘れていけないことが一つあって、レンタカーの予約と一緒にキャンプ場の予約も一緒にされた方がいいです。はい、特に夏はドコモがいっぱいなんで。そうだね。国立公園、州立公園、そしてその周辺にキャンプ場いっぱいあるんですけれども、大型のキャンピングカーで移動するときには、フルフックアップといって電気、水道、排水が揃っているところにやっぱり泊まりたいと思うんですが、そうすると家具がねだいぶ限られてきますので、目的
的地が決まったらぜひ予約をお勧めします、はい、そしてキャンピングカーを旅行される方は私たちのようにペットを連れている方が結構多いと思うんですけれども、キャナドリームはペットフレンドリーでペットフィー300ドルかかるんですけれども、猫や犬なら2匹まで同伴できるそうです。2匹まで、いいですね。キャンピングカーでねペットと一緒に旅行できるのは本当に最高です。いいですね。で反対に動物のアレルギーなどをお持ちの方は、一言お伝えいただいた方がいいと思います。そうですね。かなりしっかりお掃除毎回するっておっしゃっていたんですけれども、万全を期してね、念には念を入れて一言言っていただいた方が安心して旅行できるかと思います、はい、そして返却時の注意事項なんですけれども、排水タンクの中を全て空にして返さないといけないんです。それをしないと多分ペナルティでお金を払うことになると思います、そしてガソリンですが、レンタカーとは違ってね、キャンピングカーのレンタルの場合、特にここの会社なんですけど4分の1まで入っていれば大丈夫ってことです。なので無理して満タンに入れてもお金は返ってきませんので、4分の1あればそのままお返しください。今回見せていただいたキャンピングカーはどれもとても状態がいいって感じなんですけれども、実はキャナドリームでは一番古くても3年しか使わないそうです。すごいね。それ以上古いものはないって。ない。シーズン終わりに3年目のものは売りに出すんですって。また新しいものを購入する。そうで、あとトラックキャンパーっていうのがあったと思うんですけれども、それのトラックの部分、こちらはなんと1シーズン6ヶ月しか使わないんですって、毎年5月に購入して10月にはシーズン終わって10月には売りに出すと。裏話かもしれないんですけど、そのトラックを買うためにウェイティングリストまでできてるんですって。すごいね。すごいねそんなに人気があるんだ。人気がある。そして常に新しいモデル、そしてコンディションのいい車でゲストを迎えるという意気込みを感じる素敵な会社でしたね。あとスタッフの方も非常にフレンドリーで、感じよかったですね。非常に感じよかったですね。キャナドリームクラブっていうのもあって、それはメンバーになると、提携しているキャンプ場とかホテルの割引があったりとか、アプリを入れるとアプリ上でアクティビティとかツアーの予約もできるそうなので、無料のアプリだそうなので、入れておくのも便利でいいかもしれません。アプリから予約ができたりするので、非常に便利だと思います。そうですね、それもホームページに載ってると思いますので、そちらの方をご参考になさってください、では今回はちょっと長くなってしまったんですが、最後までご視聴ありがとうございました。またキャンピングカーに関する情報や私たちの旅の動画もアップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。お願いいたします。それではまた次回をお楽しみに。失礼いたします。失礼いたします。バイバイ。